にちは。前回、ちょっと、ついさっきというかもうたった今までサックスの練習をしていたので、また例によって口が回らないんですけど、前回、このヴィンテージサックス、日韓のね、これをとても安く入手できたというお話をして、これを復活させるというお話をしました。で、昨日ね、ちょっと野暮用で熊本市の市街地に行ってきましてですね。で、ついでに県立図書館によってこれを借りてきました。サクソフォンマニュアル日本版。これがね、これすごい本ですよ。ちょっとパラパラと見たんですけど、これ3800円するんですよ。で、まあそれだけの値打ちがあるので買いたかったんですけど、とりあえず Amazon に売ってなかったので借りてきました。で、これを見ながらね、復活させていこうと思うんですけど、まずなんかいろいろ道具が必要なんですよね。僕が持ってない。このサックスのキーってバネがついてるんですよ。押して戻るのにバネが使われてるんですね。針みたいな、こうニードル状の、ここが一番わかりやすいかな。このようにバネ、なんかホコリが溜まってますけど、バネがついてるんですよ。このバネを外す工具が必要なんですけども、それは自分で作れると思います。で、このね、消耗品のパッドはね、注文してあるので、来週あたりには届くと思います。結構ね、カビちゃってるし、もう乾燥してちゃんと塞がってない状態ですね。で、なんかこの中にライト、リークライトっていうのがあるんですけど、それでこうちゃんと穴が塞がってるかどうかチェックするものがあるんですけど、それも作れると思います。だからこのレストア用の道具から作っていく感じですね。とりあえずまずどこから始めようかなと思って、このネックの部分、幸い僕は正常な状態の楽器を持っているので、いろいろ比較しながら直していけると。で、ここにはね、この板バネがついていて、で、これがこう動くことで、ここの穴を閉じたり開けたりする機構になってるんですよ。これも同様なんですけど、若干こっちの方がね、バネが弱い感じがしますね。ちょっと塞ぐ力が頼りない。なので、このバネをもうちょっと強くした方がいいのかな。交換はしなくていいと思うんですよね。でね、なんかちょっと気づいたんですけど、なんかね、この辺のネジとかが最近変えられたような形跡があるんですよね。なので割とね、これ最近つっても何年か分かんないですけど、少なくともこの発売されてからずっとケースに入れたまま放置されていたような楽器ではなく、前回も言いましたけど、この辺がねすごくすり減ってるのもあるし、でその最近までメンテナンスされていた形跡があるので、おそらく、かなり
割と最近まで使われていただろうなという感じなので、それはね、幸いだったと思います。話があっちゃこっちゃ飛びますけど。で、ここのコルクですね。コルクもね、なんか、多分マウスピースに合わせて削ったのかなって感じで、ちょっと荒々しい感じになってるんですよ。なので、まず最初は、ここのコルクを一回取っちゃって、で、新しいコルクを貼り直そうと思います。で、僕、幸いコルクシートを持ってたんですよ。この前に、このキーを大きくするのに、この高さを稼ぐためにコルクを貼ったんですけど、その時の余りがまだあるんで、厚みはこれでいいのかな。これが1.2ミリか。2ミリの厚さなんですけど、おお、ぴったし。ここのネックのコルクは 2ミリで OK ですね。じゃあこれでいける。これはもうカッターで切っちゃっていいのかな。とりあえずこの幅は42ミリ。まあね、これね、自分の記録用です。後で分かんなくならないように。後で分かんなくなったら、このビデオを見ればいいと。なんか楽器屋さんでお願いすると、このネックのコルクの巻き直しだけでもいくら取られたかな。確か1000円か2000円ぐらい取られる。まあそんなもんか。2000円ぐらいだったかな。なんかね、さっきまでそのサックスの練習してたんですけど、で練習がてらこっちの方の古いサックスも鳴らしてみたりして、やっぱりね、いい音しますね。音の響き自体は僕が使ってるヤマハの現行のやつよりもなんかね、響きはいいですね。ただね、なんかキーの配置が結構違うので、とても演奏しづらいです。まあそれは慣れの問題だと思うんですけど、なのでこの楽器が完全に機能するようになったら、もうメインの楽器はこっちになるかもしれない。なる可能性が高いです。僕の悪い癖の一つで、結果を急ぐあまり焦ってやっちゃうんですよね。このサックスに関してはその悪い癖が出ないように
で長さは足りそう。長さ方向に数ミリ、自分から見て向こう側に斜めにする。刃を変えた方がいいな。新しい刃にして、おお、全然切れる。斜めにした。斜めにして、この斜面の下り方向にサンドペーパーをかける。どういうこと？こうってこと？面取りをするってことか。面取りをしておく。どっちもやっとくか。OK。これで接着剤を塗り半乾きにする。で、むずい。あ、切れちゃった。破れちゃった。力入れすぎたな。やり直し。難しい。難しいな。それは2000円かかるわ。2000円じゃ安い気がしてきた。もう一回。なるほどね。難しい。先が思いやられるな。こんなところでつまずいてていいのか。いや、でももしかしたら、ここが一番難しいのかもしれない。そんな気もする。これもしかしてこのコルクじゃ目が粗いかな。もしそうだとしたら、また後でやり合い。とりあえずやってみないことには分かんないからな。お腹が鳴ってる。腹減ったな。なん
時だ。昼ご飯食べたっけ。これで、面取りをする。こっちにこうだから、こうか。なんかちょっとコルクの目が粗い気がするな。全然違うな。これが僕のヤマハの今のサックスのコルク。これ今変えようとしてるやつ全然違う。そっか、そりゃ切れるわ。まあいいや、とりあえずちょっとこれも発注しなきゃいけないな。コルク、ネックコルク。これじゃあマウスピース抜き差ししてるときに切れちゃいそうだな。難しい。難しい。くっつかない。どういう接着剤使えばいいんだ。めっちゃ難しい。一回固定しちゃうか。コルクの目が粗いんだよな。目が粗くて。一回ぐるぐる巻いちゃおう。これで接着剤が固まるまでこれで固定しておく。お腹の音が止まらないんですよ。もう今日はこの辺にしてご飯を食べよう。この動画は僕の記録用なので別に面白いとか面白くないとかではないんですけどとりあえず今ここのネックのコルクをつけました。ちょっとねこれ後からずれてる後からやり直しになることは間違いない。これは難しい。でメモです。パッドは今注文中なので、まずはねここのバネの調整とここのパッド交換。接着剤がはみ出てる。じゃあ今日はここまで。もう別にこのシリーズは多分こんな感じです。今後本体のパッドを変えていく過程でいろいろ音を出しながら様子見てやっていくと思います。すみません、最後までお付き合いいただいてくれた方ありがとうございます。ではまた。